今日は材料2つで簡単に作れるスーパーカッププリンを作りました。こんにちは、料理研究家のいかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はフライパンで簡単に作れるスーパーカッププリンを作りたいと思います。プリン生地はスーパーカップと卵、たった材料この2つで作ることができます。そしてですね、今回3種類作るんですけれども、それぞれに合わせたソースも一緒に入れていきたいと思います。そしてそのプリンを作った後に生クリームをたっぷり絞っていきたいと思います。作り方はすごく簡単です。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずバニラ味からご紹介します。材料はこちらです。スーパーカップのバニラ味、卵、プリン生地自体はこの2つで作っていきます。こちらのプリンに合わせるのがカラメルソースです。カラメルソースもね、今回は作っていきます。材料がお砂糖、お水、お湯です。こちらの材料で作っていきます。カラメルがね、面倒な時はこちら作らなくて、この2つでもね、楽しめますので、カラメルはね、お好みで作ってみてください。続いてチョコレート味の材料はこちらです。スーパーカップのチョコクッキー味、卵、そしてチョコレートシロップです。チョコレート味にはこちらのね、森永さんのチョコレートシロップ、こちらを使っていきたいと思います。これもね、お好みなので、もちろんこれなしでも召し上がっていただいても OK です。そして最後は抹茶味です。材料はこちらです。スーパーカップの抹茶味、卵、そして抹茶味には黒蜜を合わせたいと思います。こちらもお好みで大丈夫です。今回ね、この3種類を作るんですけれども、こちら使う15分前ぐらいに冷凍庫から出していただくと使いやすいかなと思います。今回フライパンで蒸していくということで3つね、一度に蒸したいと思います。同時進行で行っていきますので、最初にね、カラメルソースだけは作っていきたいと思います。それでは作っていきましょう。まずフライパンにお砂糖、そしてお水を入れます。まずお水が砂糖全体に行き渡るまで待ちましょう。はい、でこのようにお砂糖に全部水が浸透したら火にかけます。で火加減は中火です。そしてきつね色になるまで加熱していきましょう。きつね色になった時点でお湯を加えるんですけれども、その時にすごくね弾くので必ずね蓋を用意してください。そしてもう一個ね、カラメルを作る時に注意していただきたいのが、まだねきつね色になっていない状態でフライパンを動かしたり、あとはヘラとかでねこう中身をいじってしまうとお砂糖が結晶化してしまいます。なのできつね色になるまではフライパンを動かさずに加熱してください。はい、で1箇所ねこのようにきつね色になったの分かりますかね。そしたら火を少し弱めて、でフライパンを回します。こんな感じでね、そうすると徐々に全体がきつね色になってきます。ここからは結構煙が出るので換気扇回します。でこんな感じでね、いい感じのきつね色になってきました。でこのぐらいのきつね色になったら、この蓋をかぶせながらお湯を入れます。蓋をしたら回します。でもうね火は止めちゃって OK です。はい、でね本当にこれ弾いたり湯気が出るので、換気扇をしっかり回すことと、あとはねやけどしないようにだけ注意してください。はい、20秒ぐらいこのまま置きましょう。20秒ぐらいしたら蓋を開けましょう。そうするとねもう跳ねてきません。はい、これでカラメルの完成です。それではね、今回この 100ml のプリンカップを使っていきます。でこちらにですね、まずカラメル入れます。このプリンカップ 100ml の1個と、あともねもう1個2つぐらいできるので、ちょっと別器なんですけれども2つ作っていきます。カラメルはこれで OK です。これがねバニラ味の下準備です。続いてチョコレート味ですね。チョコレートはこちらのチョコレートシロップを使っていきます。この底にチョコレートシロップを垂れ流します。はい、このように全体に広げておきましょう。こちらももう1個ね入れておきます。チョコレートの準備はこれで OK です。続いて抹茶味です。抹茶は黒蜜ですね。黒蜜を入れます。はい、そしてもう1個ですね。こちらにも黒蜜を入れます。抹茶の準備はこれで OK です。このようにそれぞれカラメル、チョコレートシロップ、黒蜜、こちらを生地を作る前に型の一番下に入れておきましょう。
それでは生地を作っていきます。まずバニラ味です。でこれを耐熱のボウルに出しましょう。注意していただきたいのが、スーパーカップのこのカップはね、耐熱用にできていないので、必ず耐熱容器に移し替えて温めるようにしてください。軽くほぐします。それではこちらをこのまま電子レンジ 600W で1分加熱します。1分経ちました。それではこちらをよく混ぜて、しっかりアイスを溶かしてください。はい、これで OK です。ここに卵です。こちらをもう直接入れちゃいましょう。そしてよく混ぜます。もうね、これだけで生地は完成です。すごく簡単。よく混ざれば OK です。容器に入れていきます。この時にこしながら入れていきます。そうすると滑らかなプリンに仕上がります。もう一つにも入れます。はい、バニラ生地はこれで OK です。続いてチョコレート味を作っていきます。こちらも同様に耐熱のボウルに移しましょう。はい、でちょっと崩します。でこちらを電子レンジ 600W で1分加熱します。はい、加熱しました。そしたらよく混ぜて溶かします。チョコレートの場合はですね、このチョコレートにクッキーが入ってます。なので卵を混ぜてからこすとそのクッキーもね、こしてしまいますので、ちょっとね、洗い物増えちゃうんですけど、別のボウルに卵割り入れます。そしてまず卵をよく溶きほぐします。はい、でそうしましたら、このように卵を溶きほぐしてこしながらこのチョコレートの液に入れていきます。でチョコレートの場合はね、こうやって最初に卵液をこして加えます。そうするとチョコレートのね、クッキーも残したままプリンを仕上げることができます。そしたらこちらをよく混ぜましょう。チョコレートの生地はこれで OK です。それではね、チョコレートはもう先ほど卵液をこしたので、このまま容器の中に入れていきます。こちらにも入れます。チョコレートはこれで OK です。それでは最後に抹茶味を作っていきます。これもボウルに入れます。このアイスのね、溶け具合によっても電子レンジの加熱具合が変わってくるかなと思います。あとはお使いの電子レンジでもね、変わってくると思いますので、加熱時間は様子を見て調整してください。それではこちらを電子レンジ 600W で1分温めます。はい、加熱しました。そしたらよく混ぜます。このようにしっかり溶ければ OK です。それではこの中に卵を割り入れます。抹茶もね、クッキーとか何も入っていないので、卵を入れて混ぜてから最後にこして入れたいと思います。それではこちらを混ぜます。このようによく混ざれば OK です。こしながら型に流し入れていきます。このやり方がやりづらかったら、先ほどのチョコレートみたいに卵液をこしてからやっていただいてもね、どちらでも OK です。そしてもう1個にも入れます。はい、抹茶もこれで OK です。それでは今からフライパンで蒸していきます。上にですね、アルミホイルをかぶせます。はい、これで準備は OK です。それではフライパンに3分の1から半分ほど浸かるぐらいのお水を張って、まずこちらを沸騰させます。沸騰しました。沸騰したら一旦火を止めて、清潔なこういったね、布巾を1枚置きます。ここにプリンカップを乗せましょう。そしたら蓋をしてまた火にかけます。火加減は弱火です。このまま10分蒸していきます。はい、今10分経ちました。それでは火を止めます。そしてこのまま蓋を開けずに10分余熱で火を入れていきます。はい、10分経ちました。じゃじゃん。粗熱を取って冷蔵庫で半日冷やします。はい、固まりました。こちらがバニラ味になります。こういったね、ちょっと細めのナイフで周りをクククーっと一周させて取りたいと思います。それでは開けます。くるっといきます。おー、はい、こんな感じに仕上がってます。それではこちらもこのナイフで周りをクククーっとやって取りたいと思います。それでは出します。
オープン。はい、こんな感じに仕上がってます。そして最後抹茶ですね。こちらも周りをくぐくっと一周させて取ります。はい、抹茶はこんな感じに仕上がりました。それではですね、トッピングで今回ね、生クリームを上に絞りたいと思います。こんな感じで生クリームたっぷり絞りました。続いてチョコレート味です。こんな感じに仕上がりました。それでは抹茶味にもね、生クリームを絞ります。はい、こんな感じです。このように生クリームをたっぷり絞ってさくらんぼを添えてみました。これで完成です。さくらんぼはね、この缶詰を使用してます。生クリームはね、少し固めに作るとこのように綺麗な渦を作ることができます。お好みでやってみてください。これで完成です。それではいただきたいと思います。まずバニラ味からいただきます。この生クリームもたまりませんね。いただきます。美味しい。すっごい濃厚です。硬さもね、ちょうどいいですね。硬すぎず柔らかすぎず、とても美味しいです。結構ね、プリン自体に甘さがあるので、生クリームのね、甘さはほんのちょっとでいいと思います。チョコレートいただきます。ずっしり濃厚ですね。それではいただきます。美味しい。食感ももちろんなんですけど、もうね、濃厚。表面の部分に少しクッキーが沈んでいるので、そこの部分がちょっとクッキー感があるんですけど、あとはね、そこまでクッキー感も感じないかな。抹茶味いただきます。いただきます。美味しい。ものによって若干ね、それぞれ食感が変わってきますね。ギュッとしっかりとした食感がチョコレートで、その次がバニラ。一番柔らかくできてるのが抹茶です。美味しい。この抹茶、個人的に好きですね。ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のスーパーカッププリンのポイントです。まずですね、とにかく簡単です。今回作ったプリンなんですけれども、ポイントとしてはまずフライパンでできることと、プリンの生地自体は材料たった2つで作ることができます。スーパーカップ1個に対して卵1個入れるのがね、ちょうどいい食感になりますね。生地の作り方に関しましては、バニラと抹茶味のアイスに何も入っていない状態のものですと、溶かしたアイスに卵を割って、そのまま混ぜていただいて、最後型に入れる時にこしていただくのが一番いいかなと思います。このチョコレートみたいにクッキーが入っているものに関しては、卵を入れた後にね、こしてしまうとクッキー自体もね、中に入っていかないので、ちょっとね、洗い物は1個増えてしまうんですけれども、別器で卵を溶いていただいて、卵だけを茶こしでこしながらアイスと混ぜていただけたらと思います。そしてフライパンで蒸す時のポイントです。フライパンで蒸す時はですね、布巾をね、1枚敷いてください。で、その上に型を置いていただくと、ゆっくり熱が入ってとてもしっとりで滑らかに仕上がります。フライパンで作る場合は最後余熱で仕上げます。最後までね、火で加熱してしまうと、今回もね、ちょっと若干酢は入ってるんですけれども、もっとね、たくさんいっぱい入ってボソボソっとした食感になってしまいますが、最後余熱で仕上げることでとてもしっとりで滑らかに仕上がります。そしてですね、このプリンは冷蔵庫で半日ほど冷やしてみてください。そうすると生地がキュッと締まってとても美味しく召し上がっていただけると思います。そしてカラメルを作る時のポイントです。まずお砂糖とお水を加えて火にかけるんですけれども、周りがね、少しきつね色になるまでは絶対中身は触らないようにしてください。ここでね、いじってしまうとお砂糖が結晶化して固まってしまいます。なのできつね色になってからフライパンを回して色を均一にさせていってください。このカラメル作る時はね、本当にね、湯気がたくさん出て、しかもかなり弾きますので、必ず蓋とあとは換気扇を回しながら作るようにしてください。ということでね、たったの材料2つでね、プリンの生地は作ることができます。今回はカラメルとかチョコレートソースとか黒蜜とかね、一緒につけたんですけれども、これなしでもとても美味しいので、ぜひ作ってみてください。今日はスーパーカップでプリンを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。